明けましておめでとうございます。2026年新年よろしくお願いします。はい、こんにちは、ジャックです。アメリカに輸入した軽バンをレストアしておりますが、フルレストアと改造の計画です。毎週動画上げてますので、ぜひ以前の動画もチェックしてください。仕上がる軽バンが見たかったら、チャンネル登録もよろしくお願いします。2026年、相変わらずにこの軽バンの作業が続きます。持続性しかないおっさんとして、毎週の土曜日、ガラージで作業して、編集して、金曜日に動画を上げるつもりなんで、今まではすごく長かったんだけれど、まだまだ先が長いです。本日は作業せずに感謝の言葉を言いたかったです。いつもご視聴していただいている方々、そしてコメント欄にコメントを残していただく方々に本当にありがとうございます。毎日登録者が増えていくっていうことは本当に、嬉しいことですので、感謝しております。まずは今日はやるのが今まで何をしてきたかちょっと振り返って、見せるつもりです。とりあえず早速車を見ましょう。まずは車の前から始まりましょう。下回りと同じように防音または防振の塗装をかけて結構効果があり、多分ね 25% の振動が、減る塗装だと思う。この塗装を決めてよかった。日本から新品のダイワっていう会社のラジエーター。新品ラジエーターは気持ちがいいね。でもちょっと怖い。だからこそこういう暖房をつけてる。前のところから下を覗くと、このコアサーポートをきれいにして塗装をかけて、あとはこのスティアリングラック&ピニオンもオーバーホールではないけどリフレッシュして塗装をかけて、黒に戻しました。テンションロッドとかスティアリングエンドリンクとかこのロアコントロールアームなどなどすべて鈴木純正品を新品買って交換しました。ブレーキは鈴木エブリ用ブレーキではなく北米仕様の鈴木スティームというセダンの車両で、キャリパとローターを買いました。新品のホーズだけどこのブレーキホーズは鈴木スイフト用です。この3点ですぐアメリカで手に入れてよかったです。下回りです。前にあるラジエーターから後ろにあるエンジンまでの、クーラント、冷却水の中間パイプ。これは汚かったよ。このブレーキラインも綺麗にしました。で、サブフレームメンバーも綺麗にしたでしょ。すごいでしょこの塗装。これはとってもかけてよかった。見づらいかもしれないけど、エアコンのコンデンサー全部錆びてたんだよ、このメッシュ。で、これ全部綺麗にして塗装をかけてかっこよく見えてきましたね。これはさっきの、冷却水の中間パイプ。鈴木純正品のフュエルフィルター新品交換しましたね。フュエルポンプはそのまま純正のものを塗装をかけて綺麗にしてそのまま使用するつもりです。そしてフュエルラインね。このホーズを新品に交換しました。ガソリンタンクを下回りと同じようにヤスリかけて塗装をかけました。リアビームアクセルです。ひどい状態ではなかったけど、綺麗に仕上がりましたね。そのビームアクセルに装着する、ブレーキラインあるんだけど、これはまだ、綺麗にしてないです。あとはこういう、前から、後ろまで来るケーブル。ほら、シフトケーブルでしょ。これすべて、綺麗にして磨いて、このように塗装をかけました。ほら、下回りはこんな感じだよ。とっても気持ちよく塗装をかけられて、いい感じです。そして、ミッションです。めんどくさい作業だったけれど、すべてヤスリをかけて、プライマーと塗装をかけましたんだけど、やはり、綺麗に見えますよね。そんで、先週はこのリリースフォーク。本当はこのフォーク、新品に交換するつもりだったけどね、鈴木純正品が廃盤されてね、で、リフレッシュして塗装をかけたんだけどね、ベアリングが日本製の NSK ベアリングであって、ギアセレクトの中のものすべて鈴木純正品です。このエンジンスタンドにずっと放置してあるエンジンブロックです。
ほら、綺麗でしょ。あら、綺麗ね。鈴木純正新品ベアリングに交換してあるから気持ちよく回転しています。分解してからもうずっと時間が経ってるんだけど、そのうちに再開になりますが、とりあえず今放置中です。そしてワークベンチの上にずーっと放置してあるんだけど、ヘッドの部品、そしてピストンがここに、ありますが、ピストンは、ある程度綺麗にしましたが、やはりもうそろそろピストンをブロックに入れたいから、これを、もう一度洗ってインストールするつもり。ほら、キャムシャフトもあるでしょう。ちょっと錆びていますし、これちょっと綺麗にしないとダメだよね。エンジンがちょっと時間が、必要です。そして今までの作業いろいろやってきたんだけど、ちょっと説明します。先週はこの塗装をかけたハーブです。綺麗にできたね。よかったね。そんでこの中はエンジンに装着するパーツなんだけど、それぞれヤスリかけて塗装をかけたね。これはタイミングベルトカバーとエンジンマウントです。とミッションマウントです。綺麗にできたね。本当はこのブッシュ交換したいんだけど、とりあえず今まだひび割れが入っていなくて、まだ使えると思うから、とりあえずこのまま使用するつもりです。そんで、これが冷却水のパイプ。で、このあたり、ブロックの後ろに接続するんだけど、確かにこの接続点、オーリングがそこに入っているはずで、日本から鈴木純正品を買ってきましたから、そのうち、装着する前にオーリングを交換します。そんで、サーモスタットハウジング。これがめんどくさかったね。すごく細かいサンディングだったからできてよかった。まだ中がね、ちょっと汚いよね。綺麗にしないと。これがイグニッションコイルのブラケット。せっかくなんでこれも綺麗にしました。で、EGR バルブ。ここまでしなくてもいいのに、せっかくだから同じように、塗装かけた。いろんなホーズクランプがあるんだけど、これをワイヤーホイールかけて塗装をかけましたね。完璧じゃなくていいんだけど、とりあえずこんな感じです。で、この中は日本から送っていただいているパーツです。部品がたくさんあります。で、これは、ロアオイルパン。で、これがアパーオイルパンです。塗装をかけて綺麗になりましたね。そして前、ダッシュボードが外してあります。ダッシュボードはね、車の上にあります。内装に進み始まったら、ここ全部綺麗にするつもりなんだけれど、完璧じゃなくてもいいっていう判断で、まだ動いてるんだったら交換しなくてもいいっていう結論です。ブレーキの真下シリンダー、オーバーホールキットは買ってありますから、これをオーバーホールするつもりです。あとは、そのまま使用するつもりだけど、状態がその悪くはないからこそ、作業が少ないだと思いますが、この生地がとても素敵なんだけれど、このまんまするかしないかわからないけど、センターコンソールをあれとダッシュボードを黒く塗装をかけると思いますが、内装はまだ決まってないから先々なんで、とりあえずそこにあるエンジンをこの中に入れないといけないです。ということですので、今までご視聴していただきまして、本当にありがとうございます。この適当さんのレストレーションで仕上がる軽バンが見たかったら、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。では、2026年、新年、おめでとうございます。よろしくお願いします。整備士の薬。乾杯。うまい。忘れる前に一つの言いたいことがありました。フロリダジャックチャンネルのロゴが買いました。とってもかっこよくいろんな意味が含まれているロゴになっていますので、そのロゴでいずれ T シャツとか、バンダナとかね、いろいろ考えてますので、そのうちに作るかもしれませんので、とりあえずロゴについてコメント欄にご意見を教えてください。とりあえずまた来週。